2025年冬アニメの前期ランク付けをやっていこうと思います。今期視聴しているアニメ13本を上から S、A、D、C の4つのランクに分けて評価しました。今期も多数のアニメが放送されていますが、このチャンネルでは13本が限界です。ご了承ください。前期査定ということなので、1話から3話、4話までの前半部分に対する評価となります。一部事情が特殊な作品や見ているけど今回は見送った作品もありますが、動画各所でご説明させていただきます。動画の性質上、厳しいコメントをする場合がありますが、あくまでも個人の感想ですので、ご了承いただきたいと思います。それではスタートです。まずは C ランク、見続けているけど、あまり芳しくない評価の作品群です。黒岩メダカに私の可愛いが通じない。モテ女子の女の子が煩悩を忌避している寺の息子を自分に惚れさせようとするラブコメ。ちょっとエッチな作風ですとね。全体的にあまり珍しさがない感じですね。オープニングダンスの作画が悪い意味で話題になっていましたが、逆に言うとそこがあれなぐらいで、本編の作画はそんなに悪くないと思う。めちゃくちゃ言い訳じゃないけど、みんなが高級な作画に慣れすぎちゃって要求値が上がってるような気もするんだよね。あと原作へと比べてみるとわかるんだけど、リアルタッチなデザインなんだよね。特に鼻の描き方がデフォルメじゃなくてリアルより、アニメでもそれを再現してるんだけど、それがアニメのタッチとあまり合ってないんじゃないかなと。制作会社のタッチと合っていなかったという感じもしますね。まだヒロインが出尽くしてないから、それでお話が動いたら面白くなるかもという期待で見続けてるけど、最後まで見続けてるかは自信ないな。続いてはモメンタリーリリー。こちらは毎回レビュー動画を上げていますね。直近の4話は酷評でしたが、突如現れた機械ワイルドハントたちによって人間が消滅してしまった世界。生き残った女の子たちはワイルドハントから手に入れた武器&バリを使い戦い続ける。これも割と定番の設定や要素のアニメですね。ことあるごとに3話割烹とか言って料理が始まったり、かと思えば庭でメイン格の女の子が戦死したりと、オリジナルアニメならではの先の読めなさが見どころかな。でも正直まだどういう楽しみ方をすればいいかよくわからなくて保留という気持ちだね。常に紙やパイが揺れるといった作画の妙は面白いけど、口癖でキャラクターを立てようとしてるのがなんか無理やりな気がして、感情移入できないところがある。これも状況が変わることを期待したい。 B ランクは普通に面白いという評価です。青の箱。実は前期から継続して見ていた青春スポーツ群像劇。これは見る人によって評価が分かれる作品だと思うんだよね。スポーツ描写が特に細かいわけではなく、かといってエッチなイベントが巻き起こるラブコメってわけでもない。本当に純愛系で同居した告白した遊んだでみんなが葛藤し続ける感じ。そのようが甘酸っぱいといえばそうなんだろうけど、個人的にはもうちょいフィクション的なそれありえんやろうって嘘のある展開が来てもいいかなって。世代で受け取るものも違うかもしれないですね。ジャンプ連載で一定の支持を得ているわけだし、アニメの予算も結構かかっていそうだからね。これもコメントでご意見をいただきたいところです。アメクタ顔の推理カルテ。これはちょっと悩んだ。実写でやってもおかしくないミステリーだけど、見た目少女だが天才外科医という、アニメでなければ納得感が得られないであろう主人公というバランス感覚が面白い。でもこれをAに押し上げて絶対見るべきかと言われると悩むね。実写のドラマの方が面白いじゃんって思う人がいるかもですね。主人公の高尾以外、今のところアニメだから良かったと思えるところがまだ見当たらないから、そこが普通の評価に押しとどめている感じ。続いては A ランク、ここからはぜひ見てほしいという高評価ゾーンです。魔法使いプリキュア未来デイズ。このチャンネルでも放送前からプッシュし続けたプリキュアの続編アニメですね。日朝時代から体制が変わったのか、若干作画が怪しいんだけど、ストーリー進行がスムーズ。かつて見ていた層が行間を読めるぐらい成長したからという見込みでやってるんだろうけど、まずこのペースなら1クールでもちゃんとまとまって終われそうな気がする。あと深夜帯でセーブが外れたせいなのか、未来とリコを完全にユリの関係で描写しているのがすごいなって思ってる。沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎる。こちらは紹介するのが初めてですね。
前に見ていたドサンコギャルの沖縄版みたいなものかなと思って見てるけど、負けヒロインポジと思われる女の子がとっても可愛い。多分負けるだろうけど。悲しいけど、それでも好きになってしまうのが負けヒロインの魅力。沖縄あるあるを交えた日常のゆるいストーリーが気楽に楽しめて好きだね。いわゆる、こういうのでいいんだよこういうので、ってやつですね。縦筋とかも特になさそうだから、興味を持った人は最新話をお試しで見られてもいいかもです。前週ショートで毎週感想を上げていますで。本当はこれ、長尺の動画で語ってもいいぐらいアイディアの面白さや物語の奥深さがあるんだけどね。本当は S にしようかなと迷ったんだけど、ここまで見た4話が序章で、5話から新展開に入りそうなので、今は様子見かな、と。ここまでは毎話のアニメキャラのオマージュで楽しませつつ、主人公夏子と異世界の住人、ナインソルジャーたちの関係が構築されていったけど、ここから先は夏子がクリエイターとして悩む展開になりそうだと読んでる。というと、要するに、夏子は自分が好きだけど、でも難解という評価を受けたアニメ映画の世界を、二次創作で改変してる。それが今の状況だと思ってる。主人公が普通の学生だったら、転生前の知識や能力を活用してチートするのもおかしくはないんだろうけど、夏子は自身もアニメ監督であり、クリエイターだし、その活躍する舞台が自分の愛したアニメ作品の世界というのは絶対に意味があると思うんだ。展開が進んで考察がまとまったらこれは動画にしたいと思います。カニーレモンソーダ。内気でいじめられっ子だった女の子がややヤンキー気質だけど優しい男の子に恋をして治安の悪い私立高校に通って変わっていこうとする物語。モノローグで悩んだりキュンキュンしたりする主人公の女の子が可愛いんだけど、校内生徒の手引きで外部の不良が襲撃をかけ校内に侵入し主人公誘拐一歩手前の事件だったり、クラスで登山したと思ったら遭難したかも、と、細かいことは気になるな、と言わんばかりの大味のエピソード連発で、全然飽きのこない面白さがある。青の箱がリアル寄りだとすれば、こっちは本当に夢とロマンのフィクションだなって。これでも褒めてるんですとね。ちゃんと女の子が応援したくなるし、クラスメイトたちもそれぞれ良さが光るから見る価値はあると思うよ。戦隊レッド、異世界で冒険者になる。もしかしたら今期で一番話題性のあるアニメかもですね。指示ですけど、当チャンネルの今期レビュー動画でかなり反応が良かったりもします。異世界転生系として面白くなるかどうかはまだ未知数だけど、特撮のスーパー戦隊をネタとして茶化すのではなく、リスペクトしてモチーフに取り込んでいる。その姿勢、熱意が素晴らしく伝わってくる作品なので応援したくなるというのもあるよね。こちらはこれからも楽しくレビューをしていくと思います。ワンダフルプリキュア。こちらは冬クールではありませんが、1月に放送が終了したこととショート感想を上げていたので取り上げることにしました。ペット、動物との共存や生活をテーマとし、プリキュアなのに敵との戦いではなく、解放、浄化のために動物を追いかける、抱きしめるという、新しいアクション表現に挑戦した作品でもある。日常パートでの動物との触れ合いや現役プリキュアに彼氏ができるといった人間関係のお話に注力し、敵役であるガオー一派の物語は終盤で触れられる程度で、物語の縦筋があまり大きく描かれなかったのも近年では珍しい作風だった。全体的に穏やかで優しく、自分だったらどうするだろうかと考えてしまう作品性は好みだし、ぜひ多くの人に見てもらいたいと思ったのでこの評価にしたよ。次回作、アイドルプリキュアのレビューもしていますのでぜひよろしくお願いします。S ランクゾーン、ここからは今季一押しの作品です。私の幸せな結婚日記。一期の評判がすこぶるよくての待望の2期ですね。私も1期を楽しんでいたので、今回の2期はかなり期待していたし、最初からとても面白い、作画のクオリティがいいだけじゃなくて、主人公が1期での経験を経て明るく前向きになって困難に挑みつつ、旦那様とラブラブしているから、すごく元気をもらえる、毎週の楽しみになってる。人は変われるし、幸せになれる権利がある、そんな希望を感じさせてくれるんだよね。創世のアクエリオン。もしかしたら今期で一番癖が強いかもですね。カートゥーン調のキャラデザで物議を醸したけど、放送されたらストーリーもかなりバランスがおかしくなってて、独特な感じがする。ロボットで合体して敵を倒す爽快感よりも、学生たちが互いの距離を読み合う青春群像劇、エヴァに近い印象。
だけど実は遥か過去の前世の物語が現世の物語に影響を与えているといった謎解き要素もあるから毎週ハラハラしながら見るのが癖になってしまう。これから化けるだろうという期待も含めて S に置かせてもらったよ。筋肉マンパーフェクトオリジン編。意外なアニメが出てきましたね。実は1期からちゃんと見てる。筋肉マン自体はにわかでこのアニメから見始めたんだけどね。作画のクオリティも申し分ないし1試合1話長くても1話半ぐらいの分量なのでとても見やすい。次に戦う超人は一体と毎週楽しみな気持ちになれる。地上波の良い時間を美を割り当てられてますから放送局も含めてプッシュされてる感がありますね。テンポはとてもいいんだけど漏れ伝え聞くところによると原作が長丁場らしいから毎年1回2回1クールで放送し続けるっていう長期放送パターンかもなーって思ってるよ。花は咲く修羅のごとく今季一押しのアニメだね。引っ込み思案だけど朗読が好きな女の子が放送部へ入部し試行錯誤で人間関係を作りながらも NHK 杯全国放送コンテストでの優勝を目指す熱血青春放送部アニメ。ユーフォニアムと原作者さんが同じなのでユリチックなフレーバーを漂わせつつも部活動における勝ち負けというシビアな問題も提示されるいろんな視点で楽しめるアニメなんだ。放送部を描いた作品はあまりないので得られる情報が新鮮で面白いというのもありますね。多くのアニメをランク分けしてきたのだけど実はここに挙げていないアニメもあります。ルローニケンシン、明治剣閣ローマンタンと黄昏ホテルの2作品。ルローニケンシンは貯めて時間がある時に複数一気に見たりで最新話まで追いつけてないから保留。黄昏ホテルは1話を見て面白そうだと思ったのだけど時間がないから溜め込んでいる。それぞれそういう理由で今回は査定することを避けました。ご了承いただけると幸いです。2月放送分を見終えたら中期ランク付け動画も投稿したいと思います。今回のランク付けについてのご意見ご感想をコメント欄にぜひ書き込んでください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次回のランク分け動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。